さんこんにちは、山本和子です。今日はスナック若子配信と最近の出来事についてお話ししていきたいと思います。自分の人生が100周遅れだと感じている方へについてのテーマになります。私の人生このままでいいわけないとか、もっと目に見える結果を出したいとか、憧れの人の人生の100周遅れを私は生きているんじゃないかって思うこと。これは私の実体験であります。例えば SNS 開いたら稼ぎながら世界を旅している人とかやっぱいるわけですよね。そういう人を見ると、羨ましいなって思う反面、自分は全然そんなことができてないなっていう焦りとかをすごい感じますね。自分なりに自分の人生頑張ってきたはずなのに全然前に進んでないなってすごい落ち込むし、焦りますよね。でもみんな同じレールを走ってるわけじゃないのかなと最近思ってます。例えばなんですけど、普通とかみんながやってることのレールって考えたら私の人生0点です。はい。でも、やりたいことを自分なりにやってるっていうレールで考えたら、そこそこ40点ぐらいの人生かなと私は見ています。自分の人生をね。人生のレールの種目がそもそも違うのかなというふうに思います。結局のところ、自分は何を積み上げたいのか、何を選択して何を積み上げたいのかっていうところに帰ってくると思うんですよ。で、私の場合は一冊の本を書くとか、一本の動画を出すとか、そういうところなんじゃないかなと思います。で、やっぱりめっちゃ地味なんですよ。やってることめっちゃ地味だけど、それを積み上げていくことでしか人生を開いていかないわけですよ。では次ですね、最近の出来事っていうところでお話ししていきたいと思います。元をたどればってところなんですが、私高校時代、京都のキラキラ私立大学に行きたいと思っていたんですが、学費が高いっていうことと、あと受験代が高いっていうところで、親に反対されて、私受験さえさせてもらえなくって、で、地方の大学に入学して卒業したわけですが、卒業してからは、もう自分の好きなように生きるぞと思って京都に移住して、毎日京都観光してました。で、そういうところで、自分の京都に対するコンプレックスを解消できたなってそこは一つ、完結というか、自己解決っていうところなんですが、もう一つの軸として、世界が知りたいみたいな気持ちがすごい強い人物ではあります、私はね。で、今まで、主に書籍を読むことで世界を学んできました。で、それで発信してます。YouTube とかブログとかで発信してはいるんですが、あんまりね、反応がちょぼちょぼぐらいな感じで、大きな反応があるわけではないんですよ。で、SNS とかやっぱ見たら、実際に世界に出て、世界を旅して発信してる人が、すごい、フォロワー数も多くって、キラキラ輝いてるように見えて、私の人生何やったんやろみたいな、すごい後悔、私の人生、もっと違うやり方あったんじゃないかみたいな、すごい後悔に襲われるわけですよ。読書ばっかりしてた私、間違ってたんかな、どうなんかなみたいなところで、すごい悩んでたんですよ、ちょっと前まで。はい。結果の得られなくて、引きこもってて、読書ばっかりしてて、で、脳内ではその広い世界観があるわけですよ。で、脳内では大きい世界観があるけど、でも実際に現地に行ってるわけではない私何なんだろうみたいなところで、すごい悩んでたんですけど、これから行けばよくねって思ったわけですよ。開き直ってね。開き直って本当に、これから行けばよくね。はい。なので、今から行くか。みたいな気持ちで、今から英語を少しずつ勉強して、少しずつお金貯めて海外行っ
けたらいいなっていう、なんか気持ちの切り替えというか、思考の切り替えが、できるようになりました。今から行きます。という話でした。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。